ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。さて早くも記念すべき第100弾です。盛りすぎにも程がある。100回だとしても、あと900回はやらなくちゃいけないんだからな。はて、何の話でしょう。思い出せないならこれでも見るといいぜ。さすがいこれで負けたら、ゆっくり動画パート10まで続けてもいいわよ。皆さんのおかげで、本日第995回目を迎えることができました。嘘に嘘を重ねてどうする。だって私は悪くないわ。この状況で負けたクラウドが悪い。まあ将棋で言ったら飛車角落ちぐらいのハンデはあったな。ってことで第4弾の始まり。唐突。今回は HP がポポになってるね。ポポがリプレイ動画をクラウドに送ったからなんだぜ。何それずるい。とりあえずポポとクラウド、それぞれ左折りで回線ね。ポポは右折り GTR なんだぜ。あれ何この手順。長くなるから、詳しくはエンディングで紹介するぜ。時間止めるやつやってよ。まあまずは試合を進めていこう。今回は解説なしバージョンのリプレイも用意してあるしな。複数回見る視聴者も多いみたいだったしね。コメントでの意見を参考にして言ってることをアピールしていくんだぜ。そろそろ中盤戦ね。ポポは多重折り返しで、クラウドは第2折り返しで副砲を構えてるぜ。なる。クラウドはここで青を消すことによって、本戦に繋がらないようにしてるな。さっき青を消したからここの青が消えなかったのね。ポポが本戦発火。珍しくクラウドが先打ちしなかったわね。クラウドはいいから、この連鎖を見ておいた方がいい、よ。11の刃、からのオールグリーン。忘れてたけど、クラウドも本戦を発火。後打ちだから有利は取れそうね。今度は 2P がポポね。さっきの試合について、あえて触れないのも優しさ。そっちの方が逆に辛いまである。クラウドは後折り GTR、ポポはすでにキープ用入れてるぜ。そういえば、ポポのマル秘エピソードって、前回のエンディングで言ってたやつ。レ夢ムはポポの音、って聞いたことあるか？名前を書かれたプヨラーはお邪魔が必ずここに振るっていう、あれ？そうじゃなくて、ポポが気づいたことをすぐメモってるノートがあるんだぜ。すごく気になるわね。100先でクラウドが勝ったら見せてくれるって賭けをしたことがあるんだと。もしかしてそれを公開してくれるの？95対100でクラウドが負けたから、そのノートは表舞台に出ることはなかった。ふざけんななんで負けるんだ何か手にや気持ちはわかるぜ。いつかリベンジさせてほしいな。試合に戻って、クラウドが大きめに6連鎖。ポポはもしかしてこの81で黄色を飛ばしてる？よく気がついたな。前回動画でも出たテクニック、飛ばし、だな。この黄色が折り返しになってるから、飛ばしてない時と比べて残しの違いがわかるぜ。なんかポポにだけ81が来すぎてる気がする。81ってどのくらいの確率で来るんだ？それはネタで言ってるのか、マジレスすると、5、6って積もれたら 50% 以上の確率で引ける、なる。この折り返しはなんだ鶴亀折り返しだぜ。連サビでよく見るあの鶴亀。その鶴亀だな。後でリプレイを流すから、その時もう一度じっくり見てほしいぜ。段差計算力どうなってるの？パネポンで鍛えてるかもな。パネポン？まあその話はまた今度。クラウドのセカンドがいい感じだぜ。クラウドのセカンドより、パネポンの話が気になる。あ、でも本当に結構いい感じのセカンドね。もちろんポポセカンドも負けてないんだぜ。もしかして全部入ってる？もちろん。超上級者あるあるだけど、回収率がエグすぎる。やっぱりそうなると飽和が大事で、先打ちさせることの大切さもわかるんだぜ。なる、クラウドも、全部入ってるな。この速さで追い打ちされたら、なすすべがないぜ。パターン級さて、1戦目のポポの GTR 手順について解説するぜ。そう、それ気になってた。まずは途中までの手順をもう一回見てみるか。こんなところだな。前提として伝えたいのが、ポポの場合途中までリバシ気味に組んでいきがち。リバシ、オセロ。具体的にこれといった土台を指すのではなく、右からでも左からでも発火できる形のことを言う。何それ強い。教師もしづらい、緊急発火しやすいから確かに強い。でも、普通は狙ってできるものではない。それをポポが狙ってるの。途中までリバシ気味に組んでいって、どこかで効率のいい方に確定する。相手を騙すために右で組んでも、あえて左に変えたりする時もある。最速かと思って対応したら繋がってんのかーい、っていうパティーンもある。なんでそれ繋がってんねん。今回もおそらくその類と思われる。なる。まずはこの緑が怪しい。
最初から GTR を狙っていたとするなら、5、6列か、に縦が一般的だぜ。確かに、つまりこの時点では、まだ右折り GTR は見ていない可能性が高い。じゃあ今回はどこで右折り GTR を確定させたの？確定とまでは言えないが、ターニングポイントはこの青緑。この時にネクストの青、黄を見て、ほぼ確定。この4列の3段目に黄色を置いた時点で、右折り GTR がほぼ確定。確定ではなく、ほぼ確定。赤8かで鶴亀がまだ狙えるからな。こんな具合に。これマジか。マジだぜ。ちなみにこんな形も見えてる。さすがにヤバすぎる。ここまではポポも見えてなかったんじゃない？レイムはポポを過小評価しているかもな。すごいとは思ってるけど、これは断言するけど、ポポの自陣業種は全1、まぐれの連鎖はないし、連鎖後の形も全て把握している。過大評価という可能性もあるんじゃないの？今後のゆっくり実況ポポ編を全て見てからも、同じことが言える自信はあるか？パート戦まで見たら、そうは思えないかもしれないわね。ニア戦までやる気だったんかい？どちらにせよ、この形で組んでる人、今までいないと思うわ。素人が組んだような連鎖でも、いつの間にか SS 級になってる。確かに。そう、土台はね、素人なんですよ、確かに。でもね、途中経過まで行くとね、S 級になってるんですよ、気づいたら。SS 級は言ってるか、さすがに。団長の言葉だったのね。言って解説してほしいって要望もあったから、それに近いことをしてみたぜ。こんな感じになるのね。勉強になるわ。まだ続けていいか？もちろん、今日のマリサはノリノリね。気になってると思って、こっちも用意しておいたぜ。これは1戦目のオールグリーン後ね。実は未発火だけど、ポポはカウンターを組んであったんだぜ。それマジか。マジだぜ。土台は GTR で、発火点は青ね。赤で緊急発火できる形にもなってるわね。岩プヨは5段振るから、もしクラウドの連鎖で返されたとしても、赤発火で7連鎖、青発火で8連鎖ね。ポイントは3連結がなくても青で消せるところ、2色発火にしてるところだぜ。ほえー。この後は、実況、解説を踏まえた上で、2試合のリプレイをもう一度流すぜ。それはありがたい。では、私たちはこれにて、コメント、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしまーす。